オモドックスクールの小倉と申します。この動画では建物の平面図の外壁の厚みの2本線の CAD データからフーディニのプロシージャルモデリングにより木造の一戸建てを作成してみます。事前に概要欄に示す URL からダウンロードした ZIP データを解凍し、デスクトップの上に CAD to House H フォルダを用意していただければ、視聴者さんも同じことがやれるようになっています。現在、フーディニの新規書類を開いた状態です。ここでは木造建物を 91cm の尺モジュールで作成するために、右上のディスプレイリファレンスプレーンアイコンを右クリックしてリファレンスプレーンパラメータをクリックしてグリッドスナップスペーシングを 0.91 にします。この状態でセーブアズデフォルトを選んで OK して閉じます。そうすると画面の中のこのグリッド線が 1m 間隔ではなくて 91cm 間隔になったことになります。この状態で一度コントロール S で保存を選びまして、CAD to House という名前でちょっとデータをしています。はい、最初に建物の外壁の DXF CAD データを読み込みます。ファイルメニューのインポートジオメトリを選び、ダウンロードしたフォルダ内の CAD データ DXF をアクセプトします。スペース F でフィット表示、全体表示にします。するとグリッドのこの数値が数千という数値がたくさん並んでいます。どうやら CAD データを DXF 変換したときに1単位 1mm が1単位 1m に解釈されて1000倍になってしまいました。また CAD ソフトでは地面が XY 平面ですが、フーディニではフロント画面が XY 平面ですので、図面が現在直立した状態になります。これを修正します。右下タブの CAD データオブジェクトをダブルクリックで開きまして、ジオメトリーモード、コンモード、子供のモードにします。で、このファイルノードがありますが、この下辺の丸をクリックでトランスフォームノードを真下に検索します。ローテート回転欄の左側をマイナス90としてスケール欄を 0.01、スケール欄の XY を 0.001 の縮小サイズにして、ノードの右側を青色で画面表示します。さらにマウスを画面の方に持ってきて、スペース F でフィット表示させます。そうすると今度は何千という単位ではなくて 4.55 とか 9.1 という数値が出ています。で、これで建物の横幅がだいたい8メートル弱のサイズになったのが分かります。ただしよく見るとこの部分ですが、線が切れているところがあります。例えばこの CAD データを変換する前のソフトで開いた線を書いてきて最後に閉じるときに元の点に戻らずに閉じる機能を使ったりすることがありますが、そのデータを
DXF 変換すると左右のエッジだけが欠落した状態で表示されたりすることがあります。次にフーディの描画機能でこの欠落している線を追加していこうと思います。まずビューポートレイアウト、右上にあるビューポートレイアウトをクリックして田んぼの田4ビューを選びます。で、左上トップ画面にこの欠落した線がありますけれども、これをスナップで描画しますので、画面のこの磁石のアイコンの中からポイントスナッピングを有効にします。さらに画面上部のクリエイトタブの中のカーブベジエ、イラストレーターと同じベジエ曲線ですね。カーブベジエをコントロールクリックします。コントロールを押さないと1回事前準備画面が出てきますが、コントロールを押すと事前準備画面を飛ばしていきなり線が描けるようになります。これで、赤いスナップ点を確認して、左側の線を、クリックし、左側線の下端もクリックし、左側のキーボード ESC でエスケープし中断します。さらに、もう一度カーブベジエをコントロールクリックし、右側の欠落線の上部赤丸でクリックし、カーブ赤丸でクリックし、ESC エスケープキーで作業を中断します。はい、この状態で右下タブの OBJ という親モードに戻りますが、この状態は、無関係の3つのオブジェクトが全て表示されている状態になっています。次にこの3つのオブジェクトを1つのグループにしていきます。この最後に書いたカーブベジエ2が選ばれた状態でシフトクリックでカーブオブジェクト1をクリックし、さらにシフトクリックで CAD データを追加選択します。最後の枠だけが黄土色になってて、残りが黄色枠、レモン色になってます。この状態で画面上部のモデルタブのグループを選択します。通常ソフトで 3D ソフトでグループにするとオブジェクトは統合されずに一つのグループになるんですが、フーディニでは3つのオブジェクトが1つのオブジェクトに統合されてグループ化されます。その時最後の黄土色のノードの中に取り込まれるというふうになっています。ちょっと接続性が交差して見づらいので、レイアウトメニューのレイアウトオールできれいにします。カーブ1、カーブ2、CAD データがマージされてグループ化された状態になっています。ただしこのマージの上にマウスを乗せて I インフォメーションのところを開いてみると、CAD データは普通のポリゴンデータになってますが、後から書いた直線は2本のベジエカーブにすることが分かります。で、次にこれを一つの全体をポリゴンに統一しようと思います。一度閉じて、マージ1とグループ1を結ぶ接続点を右クリックして、インサートノードを選び、コンバートを検索挿入します。コンバートのノードのパラメータパネル
の方を見ますと、from type all types convert to polygon となってますので、選択したものがポリゴンであろうがベジェ曲線であろうが、全てのものをコンバートというポリゴンにするという初期設定になっています。ただし、コンバートするものがベジェカーブだった場合は、右下タブのディビジョンズスパンになってますけれども、曲線を UV 方向に2分割3分割した細切れ状態の線でコンバートすることもできるようになっていますが、ここでは細切れにしないで1本の線としてコンバートしたいので UV をともに00として分割しないで1本のポリゴンにしたというふうになります。本来ベジェ曲線は曲線を描くものなので複数に分割して曲線を描くんですが、ここではベジェ曲線を直線として使うために UV が00で1本の線でコンバートしたことになります。ただし現在このトップ画面の新たに書き加えた日本線の端っこ部分はポイントが重なっているだけで統合されているわけではありませんので、この重なっている頂点同士、見た目はそのままなんですが、重なっている頂点同士を結合しようと思います。先ほどのコンバート1の下側接続線を右クリックしてインサートノードを選び、フューズというノードを接続挿入します。フューズはこのアイコンの形からも分かりますように、重なっている複数の頂点を一つにまとめるという役割があります。スナップトゥニアポイント、今回はスナップで書いたので頂点同士が完全に重なっているわけですが、万が一スナップディスタンス 0.001 離れていたとしてもそれは同一の点であるというふうに解釈して統合するということになります。次にこの日本線なんですが、実はこの後の作業として外側線、完全な外側線と完全な内側線と2つに分かれていないと都合が悪いというのがありますので、2つのグループに分けていきます。画面右側のディスプレイプリミティブナンバーズというところをクリックしてプリミティブオブジェクトのナンバーを画面に表示しました。はい、で、最初に作ったこのグループ1、このノードを、外側線のノードとして使っていこうと思います。この状態で、上部のパラメータパネルの中にあるベースグループに0、0、1、2、11、34ということになりますので、0、1、2、11、3、4でエンターします。これで外側、だけの線のグループが出来上がりましたので、このグループネーム欄に外壁外 G という名前を付
次に内側グループを作りますが、ノードはもう一個新規ノードを作っていいんですが、これコピー&ペースト、コピーして貼りペーストし、上のノードとつなげて、でこちらの方は名前を外壁 1G にしまして、ベースグループをこれ見ると5、6、7、10、8、9ですので、この通り5、6、7、10、8、9と入れてあげます。はい、これで、内側のグループが出来上がりました。次に、外側茶色線の内側に、面を貼ろうと思います。また最終ノードの下辺丸を右クリックしてここにポリフィルというノードを配置してあげます。ポリフィルの右側を青色にし、画面がワイヤーフレームでしたのでダブルキーでシェーディングの画面にしました。紫色に表示されてしまいましたので、これはポリゴンの裏面が表示されているということになりますので、右上タブのリバースパッチで表面にしてあげます。ただこのラインの流れの中には外壁内線も含まれているので、今内側にも線が表示されている状態になっています。これではちょっと完全な外壁外面にはなりませんので、このデータの中から内側の線を削除しようと思います。そのためには下辺丸を右クリックでデリート、ノードを配置してグループの方でグループ1外壁 1G を選びます。そうすると先ほどトップの内側にも線がありましたが、これが消えてなくなって完全な外側面になったことになります。このフィルとデリートの2つを選択してコントロール C、 右側にコントロール V で配置したら、これをちょっと逆にしようと思います。まずフィルの方、先ほどちょっとフィルのところで一つ飛ばしてました。フィルの方は外側をフィルしたいので、グループの方が外壁外 G になりますね。外壁外 G で外側に面を貼って内側の線を消したので、外側になったところ。逆に2つ目のフィルはグループを1グループにしてさらにデリートの方は外にすることによって、これで、外側線がない完全に内側の面ができたということになります。左列を
を青色化すると、このように内側線のない外側面で、右列を青色化すると、このように外側線のない内側面ができたということになります。次に外引く内で厚み面、壁の厚み面を作ろうと思います。そのためには、左側の右下、左側ノードの右下にブーリアンノードを接続します。ブーリアンはジオメトリー A からジオメトリー B、A と B を足したり引いたりかけたり割ったりして新たな図形を作るという役割になりますので、右側の丸を B の方に接続します。ただしブーリアンはもともと立体用、オブジェクト用なので、セット A、セット B ともにソリッドとなっていますが、ここをサーフェイスに変更することによって、外から内を引いた厚み面ができたということになります。この3つの外面、厚み面、内面が非常に重要になりますので、グループ名をつけておこうと思います。まずブーリアンの下にループ、グループを追加して、グループネームが外壁厚み面としておきました。さらにこのグループをコピー、ペーストで左にペーストし、ブーリアンを通さないラインを左側に上辺の左丸に接続し、つまりこれは、厚み面ではなくて外面になりますので、左側グループのグループネームを同面としておきます。当然、右側のグループはこれで、CAD の外壁の2本線から、厚み面と外面と内面の3つができたということになります。この状態で一度コントロール S で、保存しておきます。さらにこれ全体を囲って、アドメニューのネットワークボックスという背景をつけてで、この背景のタイトルバーをダブルクリックしまして、名前としてはベーシックポリゴンという名前をで、一度さらにこの背景全体をコピーします。次にこの内面、厚み面、外面の3つから建物を作るわけですが、その部分はモドックスクールのフーディニ建築25回講座で作ったネットワーク、ノードネットワークがありますので、そこに接続してみようと思います。ファイルメニューの開くを選んで、ヘッドレス CAD Y
to K をアクセントします。ヘッドレスというのは、本来は、先ほどの3つのグループですが、外壁外面、外壁厚み面、外壁内面の上側に、あるべきヘッドのノードがないのでヘッドレスということになっています。で、ここの上の余白部分に先ほどの、ベーシックポリゴンをベースとして3つのノードが近い位置に配置します。これで同じ名前同士のものを接続します。実はこの3つのグループとこの3つのグループは全く同じもの、外壁外面、外壁厚み面、外壁内面という全く同じものになって重複しますので、一度こちらの方はデリートで消しておこうと思います。またこれもベーシックポリゴンにでした。はい、これ以下の部分はオモドックのフーディーコードで作るものなんですが、何があるのかというと、例えば外面を使って基礎を作るためのノード、あるいは屋根裏を作るためのノード、または屋根を作るためのノード、あるいは1階を作るためので2階以上を作るためのがあります。はい、この状態で一番最後の、ノードの右端を青色化すると、一気にこのような建物が、できたということになります。さっきの3つの面を元に開口部を作り、建具を入れ、サッシを入れ、ガラスを入れ、あるいはドアを、あるいは、1階をコピーして2階を作り、屋根を作りというふうになっています。この、ノード制作をオモドックのフーディーの25回講座で、お教えしているということになります。で、このデータはアニメーション用のキーフレームの1フレームの状態で、屋根が、こう寄せ棟の形をしてまして、最終フレーム240フレームに移動すると切り妻の屋根になるというふうになっています。またこのハウスというオブジェクトにはさまざまなパラメーターがありまして、元のデータでは平面図を変えることもできるので、建物の横幅奥行きも変えられるんですが、今回は平面図を CAD データで固定してますので、建物のサイズ自体を変えることはできないんですが、例えば階数を1階に1にすれば1階になりますし、逆に木造の場合は、2、3階までだとは思いますが、こうやって増やしていけば、も回数を減ることができるにでまた、モデリングだけではなくて、例えば外壁チェンジというパラメーターを変えれば、外壁の色を変えたりすることもさまざまなパラメーターが用意してありますので、例えば胸高なんていうパラメーターを4とかにすると教会風の止まり屋根の家にすることもできると
こういうふうに、そのネットワークをプロシージャルのノードネットワークを作るのは非常に大変なんですが、1個作っておけば、元の、図面を交換するだけで建物自体はもう一気にできてしまうというのが、プロシージャルモデリングの最大の利点ではないかなと思います。特に、設計とか衣装とかいろんなデザイン案を検討したいなんて時に模型をたくさん作り直したりする必要もなく、簡単にバリエーションを増やせるというのが利点ではないかなと思います。レンダリング機能もありますので、レンダービューを選んで左上をレンダリング、レンダーをクリックしておきます。フーディニ25回講座は設計だけではなく CG パース制作の人も使えるようにということで、ただ建物を作るだけではなくて背景と合成した、こういう CG パースフォトリアルな CG パースなんかも、作れるようになっているというふうになります。今回は建物だけしか作っていないので背景は、写真で、代用してるんですが、実際のフーディニ25回講座では、建物を作った後に、室内のインテリアを作って最後には、この景色とほぼ同じなんですが、地面と道路、縁石、あるいは駐車場、花壇、柵をあるいは植栽を全部作るというような、流れの内容の講座をやっているというふうになります。まだ日本語版になってなくて英語版ではあるんですが、出てくる用語は繰り返しやってるうちに覚えてしまいますので、あまり日本語版、英語版の違いは気にしなくても始められるのではないかなと思います。今回の動画は以上になります。興味を持たれた方はぜひオモドックスクールのホームページなんかもご覧いただければと思います。よろしかったら、チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。